ってバーをやって週5日間ここ開けてました。まあ、仲間たちのために守るためにこの国の枠っていうのは存在してるんじゃないんだなっていうことをすごいなんか肌感覚として感じたんですよ。これ一人から元ボスですね。今はもう夜在庫なしてますけど、お医者さんのですね、神経内科の僕が調査した範囲では、まあ、医療タイマーは別に他に手段がないときは使ってもいいんじゃないっていう答える人が半数以上だったっていう。生きている言葉っていうのがどこにあるのかって考えたら、それは多分ヒップホップ。なんかありそう。おはようございます。おはようございます。いっぱいカメラがテンション高いですね。正坂先生寝れました？なんか僕もあんまりそうですね。寝れないみたいな。一つそんな朝オタクみたいな。どうしますか？河原町商店街に行きます。はい、行きましょう。ここが河原町の商店街です。道を踏み外した大学3年生の、もう今なくなっちゃったんだけど、はい。おお、すごい。別の店に来てるんですよ。おしゃれおしゃれ。ギャラリーヤドゥっていうおお、はい。ギャラリーカフェみたいなので、ここ夜僕バーやったんですよ。ここで。ここでこの物件で。今から21ぐらいかな。だから何年前だ。15年ぐらい前ですね。はい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 。1年ここでバーをやって週5日間ここ開けてました。ここ飲食店。家賃を払ってここでバーをやってて、でも留年このままじゃもう進級できないなってなってで畳んだんで1年弱ぐらい。まあ結局でも畳んだけど間に合わずに留年しました。だから、考え方変わったっすね。すごいと今思う。まで雇われでしかほらバイトとかしたことなかったけど、一応自分で経営者じゃないですか。そうするとやっぱ考え方変わりますよね。間違いない。河原町の商店街の中で面白い。すごいよくこことかどういうことこれ？もう誰も使ってない。いや住んでる人とかいるし、お店もそうそうお店も一応まだ早い感じでまだ開いてないこともいいんですけど、すごい雰囲気っすねここ。おお。僕この前だから写真撮ったらここ座ってあ、めっちゃいいっすね。映画のセット感がやばいっすね。そうよくみんな PV とかちょくちょく撮ってるんじゃないですかね、ここで。この前多分はい。ボンズさんとボンズさんもちろんもちろん。ボンズさん熊本になんか撮影とかに来てたおお、引き金サウンドの。ここでそう撮ってましたね。はい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 。いろんな場所があるんですね、本当に。スタジオだったりとか、スタジオじゃないかな、まだやってんのかな。ここスタジオ。マムシ MC ズっていうはいはいヒップホップのはい。方がやられてるスタジオだったんじゃないかな。おお。はい。アップフィールドっていう、はいなんかそのイベントとかするような人がはいはいはい集まるようなはいはいはい。場所のレストランみたいなカフェバーみたいな感じだったんですけど、うん焼けちゃいましたね。なんかプロモーションビデオ撮るのに良さそうなカフェでした焼けた後黒くなって、お、本当だ。ここも全部そうだったんですよ。こっち側が本当だ、焼けて。こっちも全部。ここが全部もう一式そうだったんだ。うわ本当、うわすごいこれ。燃やされたってことはそういうことなんですか、本いやわ当かんないですけど、白昼夜朝10時とかにに。はい。通路から出火したっていう感じなんで、まあ誰か火つけた以外ありえないと思いますまあ真相は藪の中ですけど、そういうはい。ことがこれいなくなった後ですね。ああ、確かにこういうなんか文化の発展場みたいなところがあるっていうのはすごいいいですよね。なんか大学生の時に、そのカルチャー的な世界に、はいなんかこうあれですよね、入り口になったのはやっぱこの辺かなっていう。はい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 ですよね。まあ大麻のカルチャーとかとも出会ったのはやっぱはいこの町あっての話ですよね。はい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 。こ
ここだからそもそも繊維問屋街だったんですよ。なんで昔戦後にできてその繊維の卸をやってた店がいっぱい並んでたんですけど、で全部潰れちゃって、でそこにその若い人たちがその家賃安いっていうことでこういろんな種類のテナントが入って、でまあこうぼちぼちやってたりやってなかったりするっていうちょっとアンダーグラウンドな場所ですよ。実は可能性をはらんでるんじゃないかって言われながら、もう15年僕が知ってる限り今一つだって上がんないっていう。ちなみに熊本ってヘッドショップありますか？はありますね。一応そんなちゃんと大きくはないですけど、街の中にそれっぽいのは、まあ実際にそういう感じの街だったんですよ、僕がいた15年ぐらい前で。その時だからなんかアートの街みたいな感じの人たちと、あとヒップホップの街みたいになり寄る時代で、結構そのラッパーのお兄さんたちが服屋やったりスタジオやったりっていうのが入ってきて、でレゲエのブレッドの髪の毛のおじさんがカレー屋やってたりとか、っていうのカルチャーの街だったっすね。カレー屋がそこにあるんでしたっけ？あ、そうですね。なんで今あるところとはもう別のお店なんですけど、今入る前にも別の人がカレー屋やってて、でそこの人と僕はすごい仲良くしてもらって、でまあ集う人たちもそういうレゲエ好きな人たちがいて、音楽入りで。そうですね、音楽活動をして、その時僕もちょっとだから髪の毛編み込んでもらってドレッドにしたりとか。でその人たちがどうなっちゃったんでしょう？まあでもやっぱりそのねレゲエの人たちがね、ウィードスっていうのは非常にそのね力士がちゃんこ食べるみたいによくあることなんですけど、なんか割とね脇が甘いんですよね。でなんでですねメンバーがある日減ってしまう突然っていう感じになって、そうするとやっぱりその後ろめたい人たちはなかなかその血を引いたみたいにしていなくなる。まあそうですよね、やっぱ自分のね危ないなっていう話になるので、でまあで僕だからそういう時だからその拘置所とか刑務所とかにブックオフで本買って差し入れに行ったりとか、そういうのをしてたのが大学3年生刑務所に通ってたんですか？あ、そうっすね。刑務所に通ってましたね。その熊本刑務所とかだったのかな。ここだってそしたらまあそういう大麻と出会えて、そうですね。あとまあその大麻取締法っていうものを通じて、なんかこう世の中のその枠みたいなものと自分の生活がぶつかるっていうのを初めて体感したのがここのなんかあれですよね。社会の枠って普段合法的にね、生活してるとあんま感じないじゃないですか。まあ今はそのコロナのこととかで渡航制限とかワクチン打つ打たないみたいな話があるから、みんな比較的その国の枠みたいなものが見やすくなってると思うんですけど、その時にだから僕その自分とか、まあ、仲間たちのためにその守るためにこの国の枠っていうのは存在してるんじゃないんだなっていうことをすごいなんか肌感覚として感じたんですよ。すごいだからそのまああれですよね、言葉を選ばずに言えばその反政府的な、世の中のシステムに対するなんていうかこう疑いみたいなものをやっぱ強く自覚するようになったのはやっぱこの金町でですね。バッティングするポイントだったんだ。増坂先生、ここどちらでしょうか？はい、これはですね、私が学びそして働いていた熊本大学の附属病院ですね。増高先生が医学部時代にここにいらっしゃったんですか？そうですね、医学部のキャンパスがこの道の向こう側とこことで、なんで7年間ここで勉強したりですね、遊んだりしておりました。増高先生の専門は神経内科ということで。そうですね、一般内科、神経内科、あと救急みたいな。具体的にどういう病気を？頭とか神経の病気なんで、脳梗塞とか、パーキンソン病とか、あとまた ALS とかって分かりますかね？スティーブン・ホーキング。そういう病気ですね。でなんで手術はしないけれども神経の病気を見るような病気ですよね。という神経内科でカンナビノイドの研究は特にしていない。なかなか大学ですね、倫理審査っていうのがありまして、
人に例えばオリーブオイル一口でも飲ませようと思ったらはいはい倫理委員会を通さなきゃいけないですね。なのでなかなかそういう意味で大学にいると思ったほどいろんなことがやれるわけではないなと思いました。ただですね、その大学にいる時に神経内科のお医者さんたちに医療大麻ってどう思いますかっていうアンケートを行って、はい医療大麻は別に他に手段がない時は使ってもいいんじゃないっていう答える人が半数以上だったっていう結果なので、熊本大学神経内科の卒業生というか同門の人たちに向けて200人ぐらいだったかな。すごい。日本で CBD を処方してなんか研究されてる人たちはいるんですよね。処方してそうですね、自由診療で販売されているクリニックさんとかは結構いっぱいあると思いますね。だから本当はそういう人たちが皆さんね積極的に学術活動をして、聞いた症例とかを論文として報告する、学会で症例提示するっていう風にしていくと、どんどん注目が集まっていくと思うんですけれども、自由診療で CBD を売ってるのってクリニックの先生とかで、そういうアカデミアの世界からは結構やっぱ距離がある、で日々の診療やらなきゃいけないことがある、でレセプトって診療報酬の請求とかなんだかんだやらなきゃいけない、優先順位がやっぱ下がっちゃうんですよね、大学に来て。そうなるとそういう人たちにねなかなかねその学術活動までバリバリやれって言ってもどうなのかな、響くのかなっていう気はしますよね。増田先生、なんか法律学会みたいなところでなんかハームリダクションか大麻取締法の改正かなんかについて議論する会呼ばれてませんでした？放送関係の方がね医療界よりね僕のこと呼んでくれるんですよ。人気なんですねなんか医学界からはなんかこう無視されてる気がしてならないやばいっすね。弁護士 .com さんとかそういうメディアがまず僕のことを取り上げてくださってですね、僕的になんか一番気になってたのがやっぱ大麻の使用を主張することが結構自己否定につながるのかなって思ってたんですけど、なんかそのよくおっしゃられることが皆さんそのね大麻界隈の人たちが、製薬会社のなんかが抑え込もうとしている陰謀だみたいな意見ってすごく根強くあると思うんですけど、厳密に言うと製薬会社がその大麻を積極的にこう潰そうとしているというよりは無視しているっていう状況だと思うんです。その背景にはその薬の開発と特許の問題があって、で医薬品の開発ってまずはこの化学物質いけるかなっていうのの物質特許っていうのを取って権利を保護するところから始まるんですね。で権利をパテントを取るとそこから20年間とか長い間においてその物質特許でプロテクトした製品は他の人が販売できなくなるんですよ。でその間の最初の5年とかで、治験研究やってこれが運よく医薬品にたどり着いたとしましょう、そうすると残りの15年間でその世界中で好きな値段でバーッと売れるわけですよ。そうすると、その一発、ね、当たるだけでその会社の、ね、業績がダーンと上がるような大気になると。で大麻ってじゃあ特許取れるかっていうと今更トマトと一緒ですよね。農作物なので明日からトマトの特許を取るっていうのができないように大麻の特許取れないし、THC とか CBD って見つかったのが1960年代なので、もう特許切れてるんですよ。だからそういうものをなんか医薬品として一生懸命開発していくっていうことに経済的なインセンティブがないんです。実は製薬会社にない。だから昔はやってたんですよ。マリノールとかね、その合成カンナビノイドを作ってみたりとかしてたんですけれども、THC 単離したものっていうのが大麻草前草と比べてやっぱ副作用が多くて使いづらかったっていうのもあるし、もう今はだからその特許が切れちゃってるので、じゃあ例えばねどっかの会社がそういう風にしてこう薬として開発していい成果が出ましたっていうと、後発医薬品をすぐ作れちゃうんですよ。なるほど。ってなるとその一生懸命そのお金をかけて臨床研究やることも経済的なメリットがないんですよ。だから大麻のことを相手にしないっていう話で、これだからそのね難しいですね。事務所がついてない芸能人がテレビに出れないのと一緒だと思います。紅白とかもそうじゃないですか。やっぱり大きなミュージ会社がついてると紅白に呼んでもらうけるけど、でもちっちゃなね自主レーベルでやってる人は紅白にはなかなか出れないんですよね。それってでも別に紅白がそのミュージシャンを潰そうとしてるとかいうわけじゃなくて、いや大きな後ろ盾がない人のことは相手しませんよっていう。大麻ってそういう感じですよ。だからストリートでね喧嘩強いっつってもボクシング事務所入ってないと世界ランキングには乗らないっていうのと同じだと思います。愛知県のですね一宮西病院っていうところで研修2年間やって、でその後
湘南鎌倉総合病院っていう特集会グループっていう結構大きな民間の病院グループの方にですねまた1年いて、そこで総合内科っていうところで、その病院グループに入ると南の島とか僻地にめっちゃ病院を持ってて人足りないから、懲役みたいにして3ヶ月生かされるんですよ、必ず入職したら。でそれで奄美の喜界島っていうところに行ってそこでだから3ヶ月離島のお医者さんとかやってましたね。それはでもすごいなんていうか勉強になったし非常に思い出深いです。例えば盲腸の患者さんとかが出たらそれはもうヘリコプターでドクターヘリで奄美大島本島に運ぶとか、だから週1週2でドクターヘリ乗ってましたね、自衛隊呼んで他にありますよね。それこそだからホームレスの人とか逮捕されて腰縄つけられてくるおじちゃんとか出てどうしたのみたいな、いつも来る人がまた来てどうしたのって言ったら、いやで生活保護費落としてお腹減っておにぎり万引きして逮捕されたって言ってあらまあみたいなね。この大学でなんか一番のなんか学びじゃないですか。まあ、あんまり偏差値っていうのは意味がないんだなって思ってましたこの図書館あ、図書館なんですね、ここが。ないか。古巣ですか、ここが。これ人が元ボスですね。今はもういろいろ代官してますけど、彼が理解があったので神経ないか言いながら大麻とか言ってても怒られなかったっていう先生です。そうですね。今長崎国際大学っていうところの学長になられてますね。これ松原先生の師匠と師匠、そうですね。師匠元ボス。家に増田先生がラブドラム持ってると本当に思わなかった。まああんまりね見らんすもんね。ラブドラムあるんすか。ラブドラム知らないっしょでもみんな。ちなみに海外に最後行かれたのいつですか。最後行ったのいつかな、タイに行った時じゃないですかね。それこそ医療大麻関係ので視察みたいな感じで2019ですか。あ、じゃあもう本当にコロナ前ですね。そうですね。もうなんかそのバンコクで医療大麻を処方している先生っていうのがいて、で日本の企業の人たちが、まあそういうところに日本の患者さんをつなぎたいっていう考えた人たちがいて、まあ、様子見に行って、それはグリーンゾーンジャパンとかの活動で行ってて、なんかあんまバックパッカーって感じではないですね。それこそだから大学3年生2回目やってる時か4年生ぐらいからバックパッカーになっていろんなとこ行くようになって、夏休みとかに。で最初にだから行ったのがタイ、ラオスみたいな。で最初だからバックパックショってカオサンロードっていうバックパッカーがいっぱいで、そのマサラタウンみたいなとこっすよね。ここから冒険が始まるみたいな。でタイをその医療大麻の観点で旅したのは本当2年前が初めてぐらい。そうですね。タイで大麻合法になるとか言い始めたのってその最近の話だと思うんですよ。で急に話がパンパンパンって進んで、あっという間に自家栽培してもいいよというところまで進んできちゃって、この前参院の厚生労働大臣がして120日後に本当に法律が施行になって、しっかりと使えるようになるっていう話ですね。急になんでそんな流行る。やっぱなんか一つ日本と違うのは一回も歴史の上で占領されてないっていうのは大きいんじゃないかな。タイって主権国家なんですよね、ずっと。だから例えば大麻に関しても大塚製薬がタイでのその大麻医薬品としての特許とかを出願したけど GW 製薬も大塚製薬も蹴り飛ばされてるんですよね。まあ実はでも結構1970年代のその麻薬に関する単一条約じゃない方、もう一個なんかその国際条約が施行されるまではタイって普通にその薬草文化として大麻を使ってて、日本は1948年に大麻取締役ができてるじゃないですか。
タイは1970年ぐらいまでは普通にその使ってたっていうので、結構だから70年まで使ってると上の世代の人たちが記憶にあるんですよね。今私は子供の頃は普通にスープに入れて飲んでましたみたいな思います。あと薬草としてその使ってたっていうその文化がより大きく広くなったんじゃないですか。し、まあ、大麻こっそり育ててる会社っていっぱいありますよね。と思います。でまあタイミング的にそのこうね地上に浮上するこう息を潜めて待ってる。すごいっすよね。でそこできっと行けるってなったらねこうバーッと行って日本にも輸出してマーケットの主導権を握りたいって思ってるんじゃないですかね。海外でも持ってそうじゃないですか。話は別にそんな期待してるようなものは特にないっすよ。バンドでやってた時はどうなんですか？バンド的なそのライブみたいなのとかでもちょくちょく出てましたけど、でももうそんなほら別に無名のほら地元のバンドなんで、そんなファンがつくようなあれでもなく、バンド時代は中高でしたっけ？大学？高校生の時に中学校の3年生の時にその部活が軟式テニスの部活終わってギターを弾き始めて、で高校で軽音楽部に入って、でそれでバンド組んでベース弾いて、まあ、歌ったりもしてたりしたかなっていう。でもその時の一緒にずっとやってた友達がそのまま音楽の仕事をして今映画音楽とか作ってて、松井大悟監督のちょっとなんとか思い出しただけっていうやつ、それの劇版って言って劇の BGM つけたりっていう、あとグリーンゾーンジャパンの YouTube のチャンネルの音楽とかをやってもらって、そうなんですね。今でもだからその時のバンド最初組んでた時は3人でやってたんですけど、モンキースパンなんかブランキー・ジェット・シティのそれこそ歌詞カットってなってるんですけど、もう一人だからデザイナーになってて、プロダクトデザインとか中川正七商店のなんかを組んだりしたりとか、今でもだから時々会いますよね。この前プロダクトみんなのプロダクトを並べて写真普通に動画にしてほしいです。松坂先生の場合は書籍なの？本が出ました、で僕の友達のその音楽やってるやつも映画のサウンドトラック自分の名義のやつがこの前初めて来たんですよ。その、ね、デザイナーの人はもう多分結構いろいろプロダクトしてるけど、この前のデザインの本かなんかに最強のデザインみたいなところに普通に佐藤柏さんとかと並ぶような感じで名前がその下に佐藤柏熊健吾とかじゃないですか、そういうデザイナーとかそういうところに名前が佐藤柏さんみたいな感じでポジションそれ普通に気になるんですけど、名前はエディングポストっていう、これ加藤智弘って言うんですけど、エディングポストっていうブランド名でやってますね。多方面のクリエイターがみたいな、すごいっすよね。すごい。だからまあ結構煽られてますよね。僕はだからそのともくんっていうそのデザイナーの彼が久しぶりに会うと、それでなんかいやユージもなんか普通の医者で終わらないと俺は思ってるとか怖いもう怖いなんかもうみたいな、なんか普通にさせてくれない、ゆるっと生きることを許してくれないみたいな、そういうやっぱすごいだからそうやって言われるとなんかこうね頑張らなきゃいけないかなみたいなのはあるんですよ、あったんですよね。だからそういう意味ではその1回のねなんかあれでは終われねえなっていう気持ちがあって、この昔からの友達みたいなっていうのはそういうなんか意識するじゃないですか。その3人でやっぱ聴く音楽って割とバラバラだったり似たりどっちなの？だからもう影響を受けてて、まだサッツとか黒夢とかブランキー・ジェット・シティとかそういうホーロックみたいなのを聴いてて、でそこからでもいろいろね推し進めてもらって、ここからニルバーンとか入ってくるんですよ、で UK ロックに行くんですよ、レディオヘッドとか、コールドプレイとかからオアシス・ブラとかに遡ったりしてっていうところで、そこからシガーロスとかに行ってリョークとかでポストロックエレクトロニカの方向にちょっと偏っていって、そこからアンベそうですね、でその今話してきた歴史の中だとあんまヒップホップの話出なかったじゃないですか、どの辺でヒップホップに食らい始める？ヒップホップはだからヌジャベスやっぱそうですよね。ヌジャベスからヌジャベスがから入って、あと先輩とか周りの人がやけにそのザ・ブルーハーブだけはなんかすごい名前を聞いてて、なんでなんかブルーハーブはかっこいいんだろうなってちょくちょく聞いたりっていうのはしてて、その辺であとその後バトルのねなんか盛り上がりが来て、で高校生ラップ選手権でニガリとですね、T パブロを戦ってるのをたまたま言って
YouTube でっていうところと、あと都築恭一さんっていう人がヒップホップの詩人たちっていう本を出してて、それだから結構昔の本なんですけど、それでなんか取り上げられてるのとかを見たりして、こういう一つのね一曲のトラックの中にその自分の全人生をこうそう吐露しているっていう、もう一編のね映画のようなこうっていうのはすごいあれですよね。だから例えばリュウっていうラッパーでカワキっていうのとか結構らしいですね。そういうなんかこの曲はすごいよねみたいな。自分もやっぱその音楽でまあ一応リリックを書いたりとかねしてた時代っていうのがあって、でその自分のこうリリックの空虚さっていうのとともに、その日本の音楽のリリックの空虚さみたいなものにもやっぱりこう気がついたというか、今だからその今時代のこうリアルな声っていうのが反映されてるもの、メディアが何なのかっていうとヒップホップだと思ってますね。ちょっとこれ質問っていうかあれ、はいご相談なんですけど、はいベースってそちらにあるギターですね、あれあギターですか？アコギですね。アコギちょっと弾いていただくことって可能？本当ですか？ありがとうございます。いいっすね。ああ、そうとかギター弾いてる。これ弾いてる。やばいカット。ありがとうございます。印象だったりとか。とらわれないところですね。まあお医者さんでなかなかその大麻っていうのに関心を持つ人は少ないですよね。警察とか厚生労働省で物申すみたいなことをする人っていうのはあんまりないんじゃないかなと思います。まあ医療大麻使いたいけど使えないとかね、そんなんでまあ亡くなってしまった人とかもね片手では数えきれないぐらいいるわけですよね。でそういう人たちのね思いみたいなのをやっぱり少しずつ背負っていくことになるっていうのもありますよね。でもやっぱ一番大きいのはなんかそのやってて面白い、この大麻っていうのを通じていろんな物事のね切り方、世の中の見え方っていうのがまたあるし、いろんな人と出会うっていうのがあって、それがまあなんかねロールプレイングゲームみたいにしてどんどん次のステージに進んでいくっていうのがやっぱ面白いところですよね。面白い。